こんにちは。こんにちは。ついにキッチンカーが完成しました。はい。今実はデッカリー号の中です。ちょっと壁とかできててなどこやねんってなってるかもしれないんですが、デッカリー号が帰ってきました。はい。もともとこの車を車中泊仕様にしてずっと旅を楽しんでいたんですが、以前の動画でも説明したんですが、キッチンカーにすることにして、ちょっと2ヶ月ほど預けておりました。はい。それが先日帰ってきました。はい。なので今回はその内装をご紹介したいと思います。はい。こちらがニューデッカリー号の外観です。はい。パッと見はあんまり変わってないかもしれないんですが、大きく変わったところがあります。これ販売口ができました。はい。キッチンカーといえばこうやってこう上に屋根のように跳ね上がる販売口があるんですけど、もちろんそれがついております。穴が開きましたここに。で他の塗装とかはしてなくて、もともとこの自分たちで塗ったラインはもうそのまま生かそうということで、その他は特にいじってません。あと外観でいうと細かいんですけど、こういうフックとかがついてて、キッチンカーって反則物とかつけたりすると思うんですけど、こことかな。それをつけれるように外にフックがついてます。はい。それ以外は特に基本的には変わってなくて、こっち側は換気扇がついてます。これもちょっと後で開けてみたいと思います。はい。で、ここに外部電源つきました。はい。車中泊仕様の時はなかったんですけど、キッチンカーになってついた。はい。ここから外部につなげることができます。こんな感じで。後でこれもつけてみたいと思います。で、後ろ側もそんなに大きくは変わってないんですけど、はい、この下ちょっと見えにくいけど排水タンクがついてます。2つ、この左とこの真ん中かな、ここに2つついてて、でこの下に排水できる部分があって、このレバーを回して排水することができます。給水は中に積んでます。外観でいうとそんなとこでしょうか。はい。ではいざ内装、これはめちゃくちゃ変わりました。いきます。オープン。おーじゃーん。じゃーん。こんな感じになりました。ザ・キッチンカーになりました。もう前の車中泊仕様の状態とは全然違うようになってます。前は木かな、板張りみたいな感じだったんですけど、真っ白になってて、床はステンレスで銀色です。はい。ちょっとこれも乗って紹介したいと思います。はい。まず電気とかつけれるんやけど、これ外部電源つながなあかんから、今日はポータブル電源持ってきました。はい。ちょっとつなぎます。キッチンカーで使うときは発電機を使ったり、電源借りれるところは電源借りたりすると思うんですけど、ポータブル電源を持ってるので、はい。はい。そしたら中の電気とか使えます。はい。電気のスイッチはここに。はい。おお。電気がつきました。なんか角度変えれるやつ。電気が6個ついてます。こんな感じです。電気がついたら。もともと天井は高かったからな。立っても当たらんぐらい。通路も結構広いんで、2人で入っても全然余裕なぐらいのスペースがあります。で、設備を紹介していくと、まずこの助手席側の後ろにあるのが給水タンクです。この中にタンクが入ってて、上は作業できるようにこう作業台になってます。はい。で、ここに給水口がついてて、これ回してここから水を入れると。上から給水できるようになってます。で、水道を使うときはここにスイッチあるからこれを入れて、でシンクは後ろ側についてます。2つ。でこれスイッチ入れてるからもうこうやって水が出るようになってます。はい。でこの給水タンクの横は作業台が1個ついてて、でシンクとつながってると。はい。でここに給湯器ついてるんですけど、これは
キッチンカーとして営業許可を取るときに、大阪はあった方がいいみたいです。これはつけてもらってます、はい、これはまあガス給湯器やから、プロパンガスをつないで使う形になります。まだプロパンガスはないんやけど、下にガスのタンクを置いて、つないで使えるようになると。置くスペースもあります、で反対側に冷蔵庫、これがついてます。はい。でまあ冷蔵庫のスイッチはここにあって、これを押したら使えるようになります。まあずっと切っててまだ全然冷えてないんやけど、だんだん冷えていくと。まあこういう形で冷凍冷蔵庫のやつもあるんやけど、これはもう冷蔵のみ。はい。こんな感じ、まだ何もやってないけど、これぐらいのスペース。はい。コンパクトやな結構。スリムタイプです。コールドテーブルというやつです。はい。でまあ上は作業台とかにできるんで、まあここでガスとかな、ガスコンロとか持ってきたら調理もできるというような感じです。後ろはスペース空いてるから、まあここに何でも置くことができる。例えばまあ冷凍庫持ってきて氷を持ってきたりとか、あとまあ最初は使う予定ないけど、例えば揚げ物をする時のフライヤー、こういうのもここに置くことができると。はい。で上に換気扇がついてます。こんな感じ。もともとこの車マックスファンっていうキャンピングカーによくついてる換気扇をつけてたんですけど、それもこの天井に組み込んでもらいました。はい、そのままこれも使えます。キッチンカーとして使う時に、換気扇として使うにはちょっと弱いかなっていう感じだったから、後ろに普通の換気扇もつけてます。でも暑い時とかな、この車クーラーないから、これで多少でも涼しくなるかなっていうので残してもらってます。はい。販売口はこう中から見るとこんな感じで窓がついてます。開けてみようか。網戸もちゃんとついてる。これは許可取る時に網戸はいるっぽい。まあ使ってない時とかな、虫とか入らんようにそうなってます。はい。では。ちょっと後で外からも取るけど、一旦中から開けるところを、このロックがあってちゃんと止まってて、で開けます。こんな感じ。外から見るとこんな感じです。おお、まさにキッチンカーです。いらっしゃいませ。でこの販売口がちょっと高いとこにあるから、この車高さあるからな、ちょっとここにつけるテーブルも作ってもらってます。はい。金具がついてるので、それをこう差し込む形。はい。はい。こんな感じで、ちょっとしたテーブル、これも使うことができます。これちょっとまだ何も塗ってないからな、無垢のままやけど、これも色は塗りたいなと思います。だからここにメニューを置いたりとか、提供するときにちょっとしたテーブルとして使えます。いい感じ。閉めてみて。でこれちゃんと風とかでなバタンってならんように、ここにストッパーがついてるから、閉めるときは、それを押しながら中からこう閉めると。はい、閉めれました。なんか車中泊仕様にしてた時より広く感じる。そうやな。てか窓が多分こう開いた分とか、あと白くなったからじゃん。そうやな。やっぱ白で広く見える。なんか木張りとかでもなキッチンカーできるかもしれないんですけど、衛生面と掃除しやすいから、もうこういう全体的につるっとした素材で作ってもらってます。はい。ここから自分たちなりにちょっと内装とかな、小物とか使って変えていきたいなとは思ってるんですけど、とりあえずシンプルに作ってもらいました。すごいキッチンカーや。でその前までなかったそこ壁やな、壁と扉、これもつけてもらいました。キッチンカーって運転席助手席とこの
作業スペースというか、うんうん、調理のスペースを分けないといけないという決まりがあって、うん、なのでここにしっかりした壁を作ってもらいました。これ前から開けてみる？うん。まあ前は変わってないねんな。そう、今までと変わってないんですけど、ここに壁がついたぐらい、うん、でこの壁のせいでも後ろが全く見えへんくなったから、バックモニターもつけてもらってます、うん、はい運転しやすくなった、名前より。ストッパーがついてるから、それをやりながらこうやれば、うん、後ろに行けます。スッとこんな感じでつながってる。ウォークスルー機能は残ってんねんな。そうやね。でキッチンカーによってはここにドアないやつもあって、もう壁だけ、でもそしたらな、後ろ行く時に一回外出なあかんから、これはドアにした方がいいんじゃないかっていうので開閉式のドアにしてもらいました。はい。でこのドアなんですけど、後ろ側からもちゃんと行けるようにここに穴が開いてて、ここからロックをこっち側からも押せるようになってます。それでこっち側からも開けれる。ちゃんとこういう工夫がされてます。で換気扇なんですけど、ここを開けることができます。はい。このストッパーを外したらこれが開きます。はい。そしたら換気扇が見えると。ちょっと風で回ってるわ。まあでもこれ下ろさんでも使えるらしいねんな。ああ、そうなんや。下ろした方がより換気能力アップするって感じかな。そう。まあだから雨の時とかこれ蓋して使ったらいいと思うけど、キッチンカーによってはな、こう前に出っ張ってる、この換気扇のフードっていうかな、出っ張ってるやつがあると思うんですけど、これは薄型のやつやから、なんか走ってる時とかも邪魔にならない。確かに幅が広がらんからいいな。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。カレーいかがですか？こんな感じ。そうやな。お客さんやるわ。いらっしゃいませ。カレー一つ。1000円です。まあでもあれか、なんか台とかなくてもこうが。受け取れる。渡せそうな。一応ここに置くこともできるし。こんな感じです。はい。ということで、夢のキッチンカーが完成しました。はい。またちょっと看板とかもなくてな、シンプルな状態なんですけど、実際お店出す時はもうちょっとな、飾り付けとかもしていい感じにしたいと思ってます。本来ならキッチンカーできたし、すぐに準備して出店とかできればよかったんですけど、以前報告したように今お腹の中に赤ちゃんがいるので、生まれてからもちょっとバタバタするかなっていうところで、すぐにはお店は出せそうにありません。はい。来年の春ぐらいに、出せればいいかなと考えております。はい。なのでそれまでは商品になるであろう、カレーの試作とか、お店営業するのに必要な許可とかな、そういうのを取って準備していきたいと思います。はい。でも実際に実物が来て、内装を見てめちゃくちゃテンション上がったしなんか早くキッチンカーやりたいなと思いました。はい。もうなんか車中泊仕様の姿をちょっと忘れたぐらいの感じなんやけど、ここにベッドとかあったからな全然違う車になりました。ちょっと先にはなるんですけど、僕たちのキッチンカーデビューをお待ちいただければと思います。はい。まさかデッカリー号もこんな姿になるとは思ってなかったやろ最初はキャンピングカーにするつもりやったしな。そもそも最初はすごい納車した時はもうボロボロのザ宅配版みたいな感じだったんですけど、そこから車中泊仕様になり、まさかのキッチンカーになるという運命をたどっておりますがなんかいろいろ人生がコロコロ変わってますが今後はキッチンカーとして頑張ってもらおうと思います。はい。また出店とかはな、決まり次第お伝えできればと思っておりますので、よろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。